はですね、ちょっと初めてなんですけど、握手会の日の朝の風景とかをちょっと動画にしてみたので、あまり見ることもないと思いますので、皆さんよかったら最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。2人の女子力動画、スタートです。さあ、ということで、ここからはアフレコでお届けしていきたいと思います。まずこんな感じでバスに集合します。でとりあえず、カフェオレをいつも飲んでおります。いつもこれですね。最近でもコンビニのやつとかも買うようになったかも。で、携帯で、お仕事の、夜中に来てたお仕事の連絡とか返したりとか、あとはアパレルのデザイン、移動中とかに考えたりすることが結構多いですね。このね、バスの、座席をね、2個使って、この日はバスがいっぱい空いてたんですよ。メンバー少なくて。この溝に頭を乗せるのが好きなんですよ。新幹線とかも。すごい大きな首してましたけどもね。こんな感じで移動中は眠くなるまで携帯触ってます。で、だいたい途中で眠くなって寝ることが多いですね。もう寝ますね。はい、寝た。で、会場に到着しました。もう握手会の日すごい荷物なんですよ。そう、めっちゃカバンでかい。この日カメラとかも持ってきてたから、でもいつもこれ持ってるカバンで、イートミーの置き箱です。めちゃくちゃ使いやすい。パソコンも入るし、でかいメイクポーチも入るし、超お気に入りですね。レザーだからすごいしっかりしてるし。もうカバン重すぎて本当に肩こりがひどい。メンバーで一番肩こりひどいって言われた。トレーナーさんみたいな人がいるんですけど。大変なんですよ。こんな感じで会場がすごい広いので、楽屋までもね、すごい長い道のりなんですけど、この辺が居眠りの楽屋になってます。私は座る位置がね、だいたい端っこの方で決まってて、だいたいいつもゆりちゃんの近くに座って、ゆりと握手会の楽屋が隣になることが、楽屋の席が隣になることが多いですね。ここが私の席です。よし、ということで用意始めていきたいと思います。握手会の時は私服で自分でメイクで、髪型とかも自分でやります。で、会場まですっぴんで入って会場でメイクすることが多いです。いつも使っている72時間保湿してくれるジェル状乳液ですね。これがないとすごい空調効いてるから乾燥するんですよね。これを全部顔全体に塗っていきます。で、ジバンシーのランタンポレル、これ使っていきます。もう何個目やろ ?4 つ目ぐらいかな。もうずっとお気に入りで、これも絶対メイクの2番目に使ってます。保湿クリームみたいな感じだから、多分ね、イヴ・サンローランとどっちか1個でいいんですけど、なかったら不安だから使ってますね。スタジオはですね、イヴ・サンローランの5万円する美容液があるらしくて、それの成分が入った下地なんですけど、日中のスキンケアをしてくれるっていうので、買ってみたんですけど、しっかり保湿もされるし、そのスキンケア効果があるかどうかっていうのはちょっと難しいんですけど、でもその5万円の美容液が、5年前か3年前の肌になるって言われてる美容液らしいので、使ってみてます。ファンデーションは、ディオールのクッションファンデですね。ちょっと早送りになってるからすごい叩き込んでるような感じになるけど、本当に崩れにくくて、めっちゃ肌も綺麗に見えるし、ライブの時すごい汗かいてもファンデーション絶対崩れないので、これは本当におすすめですね。セミマットで、ベタつかず、さらっと仕上がるんですけど、すごい程よい綺麗なツヤ感も出るし、めっちゃ肌が綺麗に見えます。で、この前雑誌の撮影で、今後出るファンデーション徹底調査みたいな企画やったんですけど、秋すごいクッションファンデ増えるみたいなんですけど、いろんなやつ試したけど、やっぱその中でもディオール良かったので、すごいおすすめなので皆さんぜひ使ってみてください。カバー力もあるから、コンシーラーとかもいらず使ってますね。で、パウダーも部分にだけしていきます。さらっとしてるからそんなしなくてもいいんですけど、鼻周りとか眉毛の上とかを塗るようにしています。で、いつも使っている限定ハイライトですね。でもこれ再販してましたよね。再販でもう一個ゲットしました。これなくなったら結構辛いから限定っていうのはね、本当に商品化してほしいなって思ってます。で、ビューラーしていきます。何なんですかね、この左手は。ビューラーするときはもうとにかく根元からしっかり上げていきます。仕上がりのイメージが扇形にバサッと広がるようなまつげにしたいので、まず根元から3段階から5段階ぐらいにしっかり上げていくんですけど、それを中央と目頭側と目尻側の3段階に分けてあげるようにしています。そうすると結構綺麗なね、パサッとしたまつげに仕上がります。
で、シェーディングもしっかりしていきます。もうこのシェーディングがなんか一番使い勝手がいいですね。すごい長持ちするし、やっと2個目できました。毎日使ってるけど、まだ私2個目なので、すごくおすすめ。で、アイシャドウは大好きなこのクリオンのブルーアイパレットを使っていきます。めちゃくちゃね、ラメも綺麗だし、マット加減も綺麗だし、本当にこれ一つでいろんなメイクができるので、私3色とも持ってます。すごいおすすめ。この日はなんかちょっと赤み系のブラウンでキラッと仕上げましたね。ほら、このもう、ラメ加減めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ好きなんですよね、これ。この日のアイシャドウは、まず全体にツヤっぽいラメのあるシャドウをアイホールドラメの袋に乗せて、二重幅にちょっと赤みっぽいブラウンを塗ってますね。で、同じカラーを下まぶたの際にも塗っていきます。もう最近ずっとアイシャドウでの囲みメイクですね。で、一番大きいラメを指に取って、黒目の上ぐらいにポンポンポンと乗せていきます。結構固まってついちゃうから、これちょっと調節しながら塗るのがおすすめですね。多分なんかアクセントになって可愛いと思います。で、締色を目の際に、まぶたの際にしっかり塗っていきます。アイラインの代わりみたいな感じですね。この日アイラインしてないので、しっかり塗っていきます。なんかでも最近思うねんけど、アイライン塗らん方が目なんか大きく見える気がしてきた。で、マスカラはしっかり塗っていきます。まあヒロインメイクが安定かなって感じ。この日はちょっと全体的にブラウンで仕上げたかったので、ブラウンにしました。で、眉毛描いていきます。眉毛最近眉毛サロンってかめっちゃ綺麗なんですよね。そう。なんかサロン迷子だったんですけど、すっごいいいとこを見つけて、最近そこ行ってるんですけど、いや、美容部員の和田さんとね、プライベートでも仲良くさせてもらってて、和田さんに紹介してもらったとこ行ってるんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。自分の骨の形に合った眉毛に仕上げてくれるんですよ。だから本当に骨格を見て、こう生えてくるかとか、ここにカーブをつけた方がいいとか教えてくれました。で、パウダーをしっかりしていきます。そう、描き方とかも教えてもらったから、本当にね、またそろそろ行かないと生えてきたから。この日は結構行き立てたから綺麗なんですけど、また最近ちょっと草原化してきたので、また行ってきたいと思います。で、眉マスカラはケイト使っていきます。このなんか使い古したこの眉マスカラ好きなんですよね。こうドバッとつかないから使い古した時のケイトが一番好き。で、チーク。これめっちゃ可愛い色で毎日使ってますね。これかアディクションかみたいな感じなんですけど。このリップは、よくね、メイクしてもらうゆずこさんって方がプロデュースされてるリップなんですけど、すごい可愛いんですよ。色味がもう絶妙に可愛くて、まだネットでしか買えないんですけど、これはなんか最近ポン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 と乗せてから、こう指で大雑把にぼかしていくのが好きです。なんか中心にだけ色付けるイメージですね。で、その上から赤リップのコナレベージュを塗っていきます。このコナレベージュがこうなんか赤っぽい、しっかりした赤のリップを中央に塗って、上から重ねるとすごいなんかエロカワでめっちゃ可愛いんですよ。皆さんぜひやってみてください。あ、これでメイク完成です。で、次ヘアやっていきます。なんかヘアやってたらこう、ゆりちゃんが握手会にね、前の部から帰ってきて、ずっと喋ってたんですけど、なんかね、会場ずっと音楽とか流れてるから、ガヤガヤしてて使えなかったんですよね。何言ってるかちょっとわかんなかったから切りました。で、この日はストレートですね。握手会場行くときさ、こう、ポテトアイロンとかいっぱい持ってた荷物になるから、この 2way タイプ使ってるんですけど、これサロニアですね。で、全体にストレート当てた後、毛先だけ内巻きにしていきます。ワンカール。32mm のコテですね。この 2way タイプすごい便利なんですよね。2way って意外と使いにくいなと思ってたけど、まあ、サロニアのやつ割と使いやすい。ただちょっとストレートは前髪にするとき使いにくいなっていうのはあるけどね、それは 2way だからしょうがないかなっていう感じかな。で、顔周りの毛だけ外巻きにしていきます。だいたい2本、束2本分ぐらいは外巻きにしますね。そう。でもなんかあんまりしっかりつけたくないから巻いたらすぐほぐしていきます。で、前髪にもストレート当てていきます。この日ちょっと分け目変えてみたんですよね。ちょっとペタッとした感じにしてます。わかる？なんかいつもより分け目がちょっとセンター寄りなんですよね。そうそう。で、ちょっとペタッとした感じなんかちょっとセンター分け風みたいな感じで、いつもよりちょっと大人っぽく仕上げてみたつもりです。で、これはシマの洗い流さないトリートメントですね。なんか、
洗い流されないトリートメントなんですけど、これ結構ね、ツヤが出て、私なんかスタイリング剤みたいな感じで使ってます。いい感じの束感とかこう、ツヤっぽさがすごい綺麗で、前髪とかにも使ってます。はい、こんな感じでメイク完成です。さあ、ということで握手会の日の朝の様子をお届けしました。こんな感じで48グループの握手会は自分でメイクで、私服なんですけど、朝から会場に着いてメイクするっていう感じです。でも握手会の日は結構なんか笑うしめっちゃ喋るかわかんないですけど、ベースが崩れやすいので崩れにくいベースメイクにしてあげるのと、女の子のファンの方が私のレーンは多いので、アイシャドウ何使ってるとかリップ何使ってるって聞かれることが多いので、こうちょっと今日紹介したいなって思うようなアイテムをつけたりとかしています。で、髪型はなんか今日小島さんのブランドのワンピース着てるんですけど、スリッパは映さないでブランドのねワンピース着てるんですけど、あんまり髪の毛とかしっかり巻きすぎちゃうとちょっとなんか大人っぽくなりすぎるかなと思ったので、内巻きにふわっと入れて前髪を受けてみました。ということでよかったら真似してみてください。そして皆さんもよかったら握手会会いに来てください。ということで今日も見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしなあかりでした。バイバーイ。欲しかった欲しかったいや、車持ってないわ。いや、車免許持ってる。持ってる？大阪に引っ越してからは、車運転したら。嘘。ありがとう、ななちゃん。はい、ありがとう、来てくれて。また来てください。ありがとう。リップかわいい。みんな結構当たってるよね。そう、意外と当たってる。これが来てもらいに来たら。基準がなくて、また来る。今度当ててみて。初めて来た。ありがとうございます。YouTube で初めて見てずっと会いたかった。嬉しい。ありがとう。また今度待ってます。ありがとうね。